こんにちは。VIP のロル講座へようこそ。先日投稿したフルクリア解説動画は赤側のバフモンスターからスタートしましたが、今回は青バフからこのルートで安定で高速フルクリアする方法を全ジャングルチャンピオンで解説します。チャンピオンによっては前回とは違うスキル取りでファームしたり補足のポイントなどを解説していますので、赤側と合わせて見ていただくことでより理解度を深められるようになっています。青バフは倒すことで2分間罠の回復量を強化し、さらにスキルのクールダウンを少し短縮する効果が得られます。マナや気が枯渇しやすいチャンピオンは特に1周目のフルクリアが楽になるメリットがあります。今回もスマイトは1つのみの使用とし、ルーンは基本的におすすめページで出てくるものを採用しています。それではごゆっくりどうぞ。ノクターン。前回の赤バフスタートの時はレベル3で E を取っていましたが、今回は Q を2個上げてファーム速度を速めてみます。どちらでも安定して素早いフルクリアが可能です。信者を初手のスキル取りは E か W の方が若干早くクリアできますが、どちらでも大丈夫です。今回は W スキルから始めてみます。
ビエゴ。前回は Q スキルを2個上げてクリアしましたが、今回は Q、W、E とレベル3で E を解放した場合のやり方を見ていきましょう。 E スキルは黒い霧を出現させ、この中にいるビエゴは敵から姿が見えなくなるという効果。その他にもこの中にいる間は移動速度と攻撃速度が上昇する効果もあります。ファーム中の E で気をつけるところは、黒い霧が敵に見えないようにすること。例えばこのようにラプターを倒す時に E を壁に当てると霧が広がり、敵の位置によっては見えてしまうことがあります。ジャングラーの位置が敵にバレてしまうと警戒されて奇襲などが成功しづらくなるというデメリットがあります。なのでレーンに面した壁には E を当てずに使うことがポイントになります。バイ。スキルを取る順番やスキルの使い方は赤側スタートと同じです。バイのファーム速度を上げるために最も重要なのは、パッシブ効果で速くなった攻撃速度を無駄にしないこと。移動をなるべくスマートにし、通常攻撃をたくさん当てる意識で使いましょう。ジャーバン4。ス
キルの基本的な使い方などは赤側スタートの時と同じですが、 E を使う場所やタイミングは青側の場合は異なるので、そのあたりを参考にしてみてください。ボリベア E スキルの使い方次第でスピードが大きく変わるので意識してみましょう。あとはパッシブの連鎖する雷とペットの攻撃を利用しながら狩ると素早いファームが可能です。パンテオン、前回の赤側スタートでは Q スキルを2個上げてファームしましたが、今回は Q、W、E とレベル3で E を取ってクリアしてみます。 E スキルは複数の敵に当てられる。また発動終わりに追加ダメージを与えつつ素早く攻撃を終了させることができます。 Q か W が使えるときは E スキルを早めに切って他のスキルを使うようにすれば効率よくファームすることができます。最新のパッチ 25.15 にてパンテオンの Q がモンスターに与えるダメージが減少しました。これにより体感2秒ほど初動のフルクリアが遅くなりましたが、それほど大きな影響はなさそうです。ただダメージ計算は割合なので試合全体を通してのファーム速度には影響してきます。
ドクタームンド。今回は E スキルの面白い使い方に注目してみましょう。ラプターやウルフなど小さいモンスターに E スキルを当てると後ろまで貫通して複数の敵にダメージを与えることができます。そして Q スキルはなるべく大きいモンスターへ当ててダメージを出す。この2つを意識すれば素早いファームができます。リーシン。前回の赤バフスタートでは初手で E スキルを取っていましたが、今回は Q から始めてみます。リーシンはスキルを使用した後の2回分は攻撃速度がアップするので、これをふんだんに利用していきましょう。ヌヌミルンプ。Q のダメージは最初は400固定ととても強力。このダメージ量を把握しておけばモンスターへの余分な攻撃回数を減らすことができ、クリアが早くなります。前回の赤川スタートでは Q スキルを2個上げましたが、今回は Q、E、W とレベル2で E を取ってみます。効果時間内は雪ボールを最大3回まで投げることができるので、できるだけ3回とも敵へ当てましょう。E スキルの終わりには自分の周りにいる雪ボールを当てた敵へダメージを与えることができるので、 E の効果終わりは敵の近くにいてダメージを与えましょう。
トランドル。前回の赤川スタートでは Q、W、Q と Q を2個上げしましたが、今回はレベル3で E を取ってみましょう。 E は氷の柱を出現させ、周囲の敵へスローを与えるもの。ダメージは微々たるものですが、ファームでもモンスターを寄せる目的で使うことができます。ウーコン。青川スタートではラプターのところ、クルーグのところとダブルスキルを2回とも壁抜けに使います。この移動短縮によりクリアが早くなる。ヘカリム。赤川スタートの動画と同じくクールダウンの短い Q をとにかく素早く打つことがコツ。ヘカリムのようにクールダウンがとても短いスキルを持つチャンピオンはモンスターを寄せるタイミングが難しいことがあります。通常攻撃 Q 進む。ヘカリムは基本はこの3つの動きを徹底すれば自然にモンスターを進行方向へ寄せながら狩ることができます。
ベルベス。今回は Q の面白い仕様を見てみましょう。一見左斜め、右斜めと移動方向が縛られているような印象に見えますが、実は効果範囲はこんなに広い。このように斜めに向いた矢印の Q でも左右に往復移動することができますし、ほぼ真上に往復することも可能です。これを知っていれば左右または上下に往復するような攻撃のやり方ができ、ファームや戦闘でも役立つと思います。ザック W スキルをとにかく連打して高回転で使うこと、そしてスキルを当てた後に落ちるスライムをなるべく拾って W スキルのクールダウンを短縮すること。クリアのスピードはこの2つにかかっています。シバーナ。スキルの使い方はシンプルですが、通常攻撃の射程が短いのでモンスターを寄せつつ狩るのが少し難しいです。特にウルフのところではある程度通常攻撃の回数を犠牲にしつつ寄せながら攻撃すると良いでしょう。
ダリウス。出血効果によりモンスターの体力を少し残して離脱しても倒しきれるので、これを活用すれば素早いクリアが可能です。ウルフやラプターのところでは大きい方へ球の外側の刃を当てる意識を持ちましょう。ラムス。W スキルは自身の防御力を上げるだけでなく敵の攻撃も反射させる効果があります。この W を発動している間はあえてモンスターの攻撃を受けるように倒していくとより早いクリアが可能です。 E スキルはチャンピオンに対してはタウントという行動妨害効果を与えるものですが、モンスターに対しては追加ダメージも入るのでファーム中でも使っていきましょう。セジュアニ。今回は W スキルの使い方に注目してみてみましょう。 W は敵をノックバックさせる効果があり、モンスターに当てると後ろへ吹っ飛びます。次に向かいたい場所と逆の方向へモンスターを飛ばしてしまうとクリア速度が遅くなりますが、このように位置を調整して打つことで進行方向へモンスターを飛ばすことができます。
カーナー。パッシブ効果により通常攻撃や旧スキルを当てた敵には振動というスタックが付与され、スタックが最大になると毎秒魔法ダメージを与えます。これにより普通のチャンピオンよりは少し早めに離脱してもペットの攻撃と合わせて仕留めやすくなっています。特にウルフやラプターのところで実感できるはずです。グウェン、今回は E スキルの使い方に注目してみましょう。通常攻撃をした後にすぐ E を使えば余分なモーションをキャンセルして攻撃速度を上げることができますが、自身の近くにカーソルを置いて E を使えば移動の距離を少なくし、さらにクリア時間を短縮することができます。ウディア、クールダウンが非常に短くスキルの回転率がとても高いので、下のスキルアイコンをよく見ておき、使えるスキルをどんどん使っていきましょう。
レクサイ最新のパッチ 25.15 で調整が入り E スキルのクールダウンが短くなりましたが、その代わりに序盤のダメージは減りました。大きな変更点は物理ダメージから確定ダメージに変わったところ、ファーム速度には大きな影響がなく、チャンピオンとの戦闘で強化が入った印象です。ポッピー E スキルの使い方に注目してみましょう。モンスターを壁に当てると追加でダメージを与えられるので、なるべく壁に押し当てるように使います。さらにモンスターを逆戻りさせないよう進行方向へ寄せるように使うのがコツです。ブライヤー、今回は W の使い方に注目して見てみましょう。 W はまずマウスカーソルの位置へ向かい、そこから近くの敵へ攻撃するという特性があります。進行方向に近いところで噛みつくことで移動の時間を少しでも短縮することができます。また壁越しから W を使えば
こうして壁を抜けて素早くファームしていくことも可能です。マオカイサポートほどは採用されませんが、稀にジャングルでも使われるので今回は追加で解説します。Q スキルは周囲と指定した方向の敵へダメージを与える。周りにいる敵にはノックバックを与え吹き飛ばします。Q のノックバックは飛ばす方向を誤ると進行方向とは逆へモンスターを遠ざけてしまいタイムロスしてしまうので注意しましょう。 W スキルは敵の位置へ飛び込みダメージも与える。今回は Q、W、Q と Q を2個上げてフルクリアしてみます。ケイン、今回は Q の当て方に注目してみましょう。ケインの Q はなぎ払いだけでなく移動中に接触した敵にも追加ダメージを与えます。モンスターに対してなるべく移動中も当てる意識で立ち回るとフルクリアが素早く完了できます。
アムム。このルートの場合は青バフ効果によりマナがどんどん回復するので、マナがなくなりやすいアムムにとって快適なルートです。フルクリア中のダブルスキルのオンオフはそこまで気にしなくても大丈夫です。グラガス。Q の樽爆弾は2秒ほど置いてから爆発させるとダメージが増加します。W はチャージが完了してから効果が切れるまでの時間は意外と短い。W 発動後は攻撃が遅れないように注意しましょう。ジャックスのフルクリアは遅めです。通常攻撃を与えるたびにだんだんと攻撃速度が上昇する。これをしっかり理解し、隙間なく打ち込んでいくことが大切です。基本的にはスマイトを2個使い、リフトスカトルへの到着を早めるのが良いでしょう。
車庫。前回の赤川スタートでは W、Q、E とレベル3で E を取りましたが、今回は W、Q、W と W を2個上げてクリアしてみます。W のびっくり箱を設置すると早めに離脱しても倒しきってくれます。モンスターがどのくらいの体力になったら離脱できるかに注目しながらご覧ください。タロン。前回の赤川スタートでは W を2個上げてクリアしましたが、今回はレベル3で E を取ってみましょう。タロンの E は壁を飛び越える忍者のようなスキル。一度越えた壁は続けて飛ぶことができず、しばらくクールダウンに入る点に注意しましょう。ファーム中でも移動を短縮できる便利なスキルです。あとは体力維持がとても難しいチャンピオンなので、特にレベル1でバフモンスターを倒すときは引き打ちを意識してモンスターの攻撃回数を減らしましょう。
ゼドはマナの代わりに木を消費してスキルを使います。赤側だと木の管理が少し難しいですが、青側スタートでは木の回復量も増えるので快適なフルクリアができます。エコー、Q、W どちらのスキルから始めても良いですが、今回は W から取ってみましょう。エコーの W は範囲内の敵の動きを止め、自分にシールドをつけるスキルです。ダメージはわずかなものですが、敵の攻撃から少し守ることができるので、レベル1の体力維持に役立ちます。ニダリー、フルクリアの難易度がとても高いチャンピオンです。詳しいスキルの使い方などは赤側スタートの動画で解説した通りです。どうしてもニダリーのファームがうまくいかない方は、通常攻撃の回数や R で形態変化するタイミングに注目してみてください。何度もプレイしているとだんだんと馴染んでくることでしょう。
イブリン。前回の赤川スタートの動画では Q を2個上げてクリアしましたが、今回は Q、E、W とレベル3で W スキルを解放してみます。 W は敵を呪いにかけハートマークがつく。この状態で放置して2秒間ほど待ってから攻撃することでとても大きな追加ダメージを与えます。ナフィーリ。 W スキルの使い方で一つ注意点があります。ラプターのところで鳥に触ってから W を使うと一時的に対象不可となり、目標を見失った鳥がミッドの味方へ向かってしまうことがあります。ラプターでは鳥に触る前に W を使うまたは使わないのどちらかを選択すると良いでしょう。カジックス。前回の赤川スタートでは Q を2個上げてクリアしましたが、今回は Q、W、E とレベル3で E を取ってみます。カジックスの E スキルは指定した地点へジャンプできるというシンプルなもの。ファーム中でも移動のショートカットとして役立ちます。
マスター E。 前回の赤川スタートでは Q を2個上げてクリアしましたが、今回はレベル3で W を取ってみます。詠唱することで体力を回復する効果ですが、ファーム中では別の使い方があります。通常攻撃した後にすぐ W、 そしてすぐに右クリックして通常攻撃。 W を一瞬だけ挟むことで攻撃モーションをキャンセルし、素早く2連撃を打ち込むことができます。今回はラプターでの Q のケアについて紹介します。ラプターに触ってから Q をすると、ミッドレーンの味方が近くにいる場合、目標を一瞬失った鳥が味方へ向かっていくことがある。これによってファームのリズムが崩れたり、最悪の場合敵に位置がバレる可能性もあります。味方の位置によってはあえて Q を使わないことも選択してみてください。今回の実戦プレイではラプターで Q を使わないバージョンでファームしています。ダイアナ、スキル使用後は3秒間だけ攻撃速度が上昇します。 Q と W 一気に使いたくなりますが、あえて時間をずらして使うことで攻撃速度アップの恩恵を効率よく受けることができます。特にまだクールダウンの長いレベル2ではより効果を発揮します。
レンガ、青側スタートの場合はバフモンスターの周りに草むらがあるので、草むらから攻撃することでスタックを貯められるのが便利。スタックは満タンになると強化スキルを打てます。場面に応じて使いたい強化スキルが変わるので、そのあたりも注目してご覧ください。エリス、前回の赤側スタートでは W スキルを最初に取りましたが、今回は Q スキルからスタートしてみましょう。どちらのスキルでも問題なく始めることができます。フィドルスティックス、前回の赤バフスタートで基本的なファーム方法は解説しましたが、今回は通常攻撃を入れるタイミングや回数に注目して見てみてください。 W や E を使う場所も大事ですが、通常攻撃をいかに使うかも初動のフルクリアにおいてとても大事なポイントです。
リリア、狙いたいモンスターに Q の外側を当てることと W の中心部をしっかり当てること、この2つさえ意識できれば安定したフルクリアが可能です。 Q の外側は通常攻撃の最長射程とほぼ同じなので覚えておくと当てやすいです。アイバーン、今回は青バフからスタートするルートを紹介します。確保と回収の順番、Q を使う場所の2つを覚えるだけで簡単に素早くフルクリアができます。ブランド、今回もルーンにスキルヘイストを選択しています。ブランドのクリアスピードの秘訣はスキルを当てた時に与える炎上スタックを3つ貯めて敵を大爆発させること。青バフスタートの場合はスキルのクールダウンが短縮される効果があるので、赤バフスタートよりも大爆発させるのが簡単です。
タリア。前回の赤川スタートでは Q、E、W と全てのスキルを上げましたが、今回は Q を2個上げてクリアしてみます。Q を2個上げる場合はフルクリア中に考えることが少なくなり、クリア難易度は下がるので好みに合わせて使い分けてみてください。カーサス。マナの消費が激しいカーサスにとって青バフを倒すことで得られるマナ回復の恩恵は大きい。赤側より快適なファームが可能です。ウルフのところは最も大きくモンスターを寄せるところなので Q を外しがちです。しっかり動きに合わせて Q を打ちましょう。カーサス使いの方は Q、通常、Q2 回、通常というコンボを駆使しますが、かなり難易度が高い。Q はリズムでポンポンを打つ感じで十分素早くフルクリアできるので、初めてカーサスを使う方は真似してみてください。キンドレッド。なるべく Q を W の展開中に使い、クールダウンを短縮してたくさん使いましょう。Q スキルは転んだ後に矢を打ちますが、攻撃対象の敵へ使うとすぐに通常攻撃を1つ追加で打つようになっています。
Q で転んだ後にすぐ移動を挟んでしまうとこの素早い攻撃が繰り出せないので、しっかり2本の矢を当てるまで静止するのもコツです。ザイラ。基本的なコツは赤側の動画でお話しした通りですが、今回はスマイトを使うタイミングについて紹介します。パッシブ効果により入る種の位置はランダムなので、初動でフルクリアを始める時の種の数はまばら。もし4個以上などたくさん生えたら最初の9だけでだいぶ削れるので、スマイトを温存して次のグロンプで使うなどということができます。これでもし青バフへスマイトを使うと与えるダメージ量が超過してしまい、せっかくの大量の種がもったいない。次のグロンプでスマイトを使うことで効率的に素早く倒していくことができるのです。グレーブス。一番のポイントは大きいモンスターを通常攻撃で狙うこと。グレーブスは火力こそとんでもなく高いですが、弾が切れたらリロード時間がとても長く、攻撃できる回数が限られています。特にウルフとラプターのところではなるべく大きいモンスターのみを狙って弾のダメージを無駄にしないようにしましょう。
ティーモ。現在の環境のティーモは青側スタートでスマイト1個の使用だと3分30秒を切ることが難しいです。スマイトを2個使って早めるのが安定でしょう。スマイトを2個使う場合は最後のクルーグへ使うことをお勧めします。赤バフを通常通り倒し、クルーグを早めに倒すことで赤バフを倒して得られる追加ダメージやスローの効果を少しだけ長く使うことができます。モルガナ。とにかく W の範囲内にモンスターを置きつつ攻撃すること。そうすれば W のクールダウンがかなり短縮され、モルガナの体力も回復していきます。明治なので体力こそ削られやすいですが、このパッシブ効果によりファームが終わる頃には体力がたっぷりあるのが特徴です。